で、そこは中国長崎県でおじいけ養殖という育成方法を採用されております。これは粒タイプじゃないですか。そうなんです。これ飲みやすくてありがたいですね。はい。そうですよね。あとパッケージ。はい、ご紹介しましょう。その生産者さんの思いの器としてそれを表現することによって生産者さんの方がさらに評価されるっていうそういう形を作りたい。ただただ本当に頼ってるっていう状態ですね。卵とかもあんまりつけすぎたら卵自体の味がわからなくなるので、もうつけ時間1時間ぐらい。はい。いらっしゃいませ。を始めたという方がたくさん冷たい。皆さんとにかく下にもで、そこは中国長崎県でおじいけ養殖という育成方法を採用されております。これはですね、はい、これ安心ですよね。さらにですね、それだけではありません。粉末にする際はですね、これまでとは違って特殊ですね。これは粒タイプじゃないですか。そうなんです。これ飲みやすくてありがたいですね。はい。そうですよね。あとパッケージ見ると。で、そこは中国長崎県ではい、これ安心ですよね。さらにですね、それだけではありません。粉末にする際は
国産親鶏のガラと、丸鶏ですね。丸鶏は今卵を扱わせていただいている田辺さんっていう方がいらっしゃるんですけど、もう飼料から何から水からすごいこだわって平飼いされてる鶏なんですけど、その丸鶏を、一部使ってます。話によると、土の上でやっぱり育ってるんで、のびのびと。そこに、例えば鳥インフルエンザの鶏をポンと放り込んでも全くかからない。だから本来、鳥っていうのはそういうものにかからないような免疫力があるはずなんですけど、下地でこう育てられた鶏だとそういうちょっとかかってしまうっていうことらしいです。田辺さんに紹介していただいたその背脂の、坂本さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そこの豚舎も行ったことあるんですけど、土なんですよ。普通掃除とかが大変なんでコンクリートとかになってたりするんですけど、その上に藁引いたりとかするんですけど、完全に土なんですよ。そしたらもうそういう家畜を飼ってるとは思えないぐらい全く匂わないです。全く匂わないです。本当びっくりしました。で、なんでかって聞いたら、結局全部微生物が分解して、一見綺麗には見えるんですけど、実はうまく循環されるようにこう土を多分作ってると思うんですけど、藁とかそういうのを混ぜたり、あれはびっくりしました。特に油ですよね。油にやっぱり食べてるものって出るのかなって思いますけどね。油がもう劇的に違うんで、常に常時量が入るわけではないんで、限定メニューでその背脂使ったりとかするんですけど、普段はこっちの瀬戸もみじ豚ってこれも抗生物質一切使わずに飼料にこだわって作ってる豚なんですけど、これもこれでまた油が全く違いますね。全然違います。サオタンはやっぱりですね、タンパク質って熱を入れると固まる性質があるんで、チンタンだけだと微粒子がどうしても浮いてて、ちょっと若干濁ってるんですよね、スープが。でそれをタンパク質が固まる時に微粒子を一緒に吸ってくれて、で透明なスープになるのと、あと透明なスープっていうのを目指してたっていうのと、あとはそれによって旨味もさらに追加されるんで、うちの場合は、鶏の胸肉をミンチして使ってますね。胸肉が旨味が強いんで、ももよりもやっぱり強く出ますね。旨味とかコクっていうのが。それも広島のハーブ鶏って言って、抗生物質一切使ってないハーブを食べて育ったような鶏なんですけどのミンチですね。もう1時間つけないぐらいですね。40分ぐらいです。
最初のうちは、4時間ぐらいやってつけて、それでも短いと思うんですけど、水でつけて若干柔らかくなるぐらいのイメージでやってたんですけど、やっぱりその素材の丈っていうところを表現しようとした時に、もうちょっと短くしよう、もうちょっと短くしようってどんどん短くしてって、最終的にこうなったっていう。お客さんからしたらやっぱりその癖であったり、そういうのが怖い部分があったりはしたんですけど、でもやっぱりこの土台というか、うちの土台である素材を感じてもらうっていうことを考えた場合、そこはちょっと譲れないなと。臭みを残したいです。発酵してるっていう、竹が発酵してるんだっていう時間をこう減らしていく中で、もしかしたらこれは減っていくのかなって思ったんですけど、逆に増えてったんですよね。なんでお客さんもやっぱりその本来の竹を発酵したものの、そのなんていうんですかね、いろんなこう味わいというか香りであったり、そういうものが一回食べるとなんか癖になるって言われるお客さんが結構多いです。はい。一人の方でメンマ3つとかっていう方もいらっしゃいます。結構2つっていう方結構いらっしゃいます。千成さんっていう、はい。もうこの地場の企業なんですけど、静止発酵法っていう昔からの作り方で作られてるんですけど、酢酸菌の力だけで、普通はこうかき混ぜたりするんですけど、米の中に、麹の中に、日本酒になった状態の中にですね、そこに酢酸菌を入れるんですよね。で、そのままほったらかしなんです。だから酢酸菌が活動して、ゆっくりゆっくり酢になっていくんで、米自体の風味とか旨味っていうのがちょっと酢の中に残ってるんですね。なので、まあうちのお酢はこう食べた時にちょっとふわっとなんかこうコクとか旨味が広がるような、で米を感じるような、ぬかを感じるような、はい、貝柱ですね、粉砕して香りを出しやすくしたっていう感じですね。昔は丸のまま乾燥貝柱を香味として使ってたんですけど、まずその貝柱自体もちょっと食べれないものかなみたいな。それで粉砕した状態であれば、お客さんもお好きな方は最後までその貝柱も食べていただけるっていう、そういうのもあって、火は弱火でもじわじわですね、ちょっとずつこう一気にやると香りがこうポンと飛んでしまったりもするんで、はい。あれはサバといりこの、あれも粉状に、もう頭も全部入ってるんですけど、丸のまま粉状にしてもらって、サバといりこを、比率をお伝えして、その通りに粉砕してもらってる感じです。はい。意識すべきなんで、きめは細かいです。全粒粉なんですけど、まあ、つるっとした感じで。打ちたてはザラザラした感じなんですけど、1日熟成することによって、まあ、喉越しがよく食べていただけるっていう。これは卵です。全卵粉です。今からミキサーしていきます。はい。
わざとウェーブつけて、スープに絡むので、ここで型をつけてる。ストレートで取ろうと思ったらもうまっすぐ取ればいいだけなんですけど。この小麦の生産者さんというか会社が持ってるレベルとかが書かれてるんですけど、ここにすごいこう共感して、どうしてもこれが使いたいって言うんですよ。で、もともとこれって、最初に取った時言われたのが、これを麺で使ってる人はいない、全国にいないって言われて、汎用小麦らしいんですよね。麺はそうですね、もうあの粉を作られてる、会社さん、アグリシステムさんっていうんですけど、もう完全にこの粉がどの農家さんから取られてるっていうのを分かるようなシステムで、また土作りから始めて、もうその化学肥料とかに頼らないように、もう最低限のところまで落として、で、全く完全無農薬っていうのも作られてるんですけど、どうしても品種によってはそれでは無理なものもあったりして、で、そういうのをもうなるべく人の手を入れないように、こう自然のまま作られてるっていう。で、それも結局、うちも同じ思いなんですけど、結局人の体に入るもの、人に体を作るものを提供してるんで、そこが妥協できないっていう、そこを大事にしたいっていう考えで、ちょっとこれはもうぜひ使いたいと思って仕入れたんですけど、なかなかやっぱりその麺になるような小麦とは言われてなかったので、最初3ヶ月ぐらいずっと悩み抜いて、でいろんなことをしたんですけど、なかなかこの納得いく形にならなかったんですよ。でも絶対もうこれを使わないとうちがラーメン屋やってる意味がないっていう思って一生懸命やってたら、ある日朝夢でその麺を作る夢を見て、そのまんまのレシピで作ったのが今の麺なんですよね。はい。たまたまなんかそういうのがあったんでしょうね。こういろいろ作った中のものがこの夢の中でヒュッとつながって、こうすればいいじゃんっていうのが出てきたんだと思うんですけど、そこからまたさらにこう改良を加えたり、どうしてもですね、強力粉だけでは麺にならないんで、うちの場合は薄力粉を使ってるんですけど、その薄力粉を、変更したりですね、今三重県産のものを使ってるんですけど、それもあんまりこういじってないような粉なんですよね。はい。ちょっと日々、いろんな、それこそメンマなんかもそうですけど、よりこう素材をお客さんに感じてもらうためにはどうしたらいいかなっていうのを考え続けてるっていう感じですね。もう癖が強いですよね、全部。生産者さんたちが一生懸命作られたものを感じてもらいつつ、お互いのバランスを取っていくっていうのが、最大の仕事かなとは思ってるんですけど、はい。日々こう自然のものっていうのは変わっていくっていうのも、その中にこう思いとして含んでて、こう例えば化学調味料でキュッとまとめないっていうのも、化学調味料が悪いと思ってるわけでは全くなくて、ただただその自然のものっていうのはもう日々変わり続けるものっていうのをちょっとラーメンの中で表現したいっていうのと、
そういう素材自体の本来の味や風味っていうのを出したい。そのために、化学調味料っていうのに頼らないっていう手法を取ったっていうだけなんですよね。はい。まあ、よく言うじゃないですか、地産地消って。これがうちの場合はやっぱり広島なんで、広島っていうのがやっぱ原爆を落とされて、平和都市って言われてるじゃないですか。で、まあこんな残酷なことっていうので、そういう、惨状を伝えるっていうのも一つなんですけど、あとは、その本質っていうのを追求した時に、戦争っていうのは、ここにないものを他に求めるから起こることっていうのがあると思うんですよ。だからここで全て賄えれば戦争っていうのは起こらないっていうのをなんかこの一つの店の中で達成したい、表現したい。だから、なるべくこう小さい範囲でっていう。そうですね、原点はやっぱりこう、昔ボディーガードをしてた時代に戻るんですけど、そのボディーガードをしてて、まあ一番こう大事な部分だったのが、今のその国際情勢であったり、日本の情勢を分析するっていう、まずそういうところが重要だったんですよ。なぜこんなことが起きるのか。そのなぜを追求してって、その答えを出して、そこを排除することで守っていくみたいなところがあったんですけど、そのなぜを追求していくと、この日本の歴史とか、そういうところまでこう入っていくようになって、で、今の世の中このままいったらちょっと大変なことになるな。じゃあどうしたらいいんだろうっていうのをこう追求していく中で、今の、日本人というか、まあ自分も含めてですけど、意識をもっと変えていかないといけない。こう表面のものだけを見て判断するんじゃなくて、そう奥まで意味を知って、知った上でいろんなことを考えていかないと、このままではいけないな。じゃあそれを変えるのどうしたらいいんだろうって思った時に、まあ最初に浮かんだのは政治家なんですけど、いや、それはまた表面になってくるなっていうので、じゃあ民間から何ができるかって言ったら、衣食住の中で、やっぱり一番根幹になってくる食っていう。で、食で、まあ、この見ての通り、喋るのが苦手なんで、感覚からなんとか変えていきたいな。だから食べた時に、お客さんに、こう、今何を食べてるかっていうのを感じてもらう。で、その食べてるものを想像してもらう。で、それを作ってる方が目でこう見える産地とかが。で、それを見ることによって、この地域に誇りを感じてもらったり、で、まあ日本っていう国のこの食の豊かさっていうものに、こう、誇りを持ってもらう。そういうところにつなげていきたいなっていうところがあるんで、一つ一つのその食材に関しては自分自身その生産者の方の、思いとかそういうのを聞いた上で使いたいっていう、はい、そういうのがまあ原点なんですかね。やっぱり器ですよね。その0から1を作っておられるその生産者の方がやっぱり日本の中で一番こう評価されないといけないんじゃないかなって思ってるんで、その生産者さんの思いの器としてそれを表現することによってその生産者さんの方が、さらに評価されるっていうそういう形を作りたいっていうのがありますね。やっぱり自分なんかそのただただ力を借りてそれを、まあ、バランスを取るっていうことが仕事だと思ってるんで、もうその感謝ですよね。こうそうやって0から1を作るのどんだけの苦労があったんだろうっていう、
そういうものを扱わせていただいてるんで、なのでその風味であったり、その素材自体のなんていうんですかね、想像できないような状態まで加工するっていうことはちょっと失礼かなと、はい、思って、まあそれは勝手な自分の思いです。はい。ただただ本当に頼ってるっていう状態ですね。自分自身がもう腕がないんで。